こんにちは皆様。こちらの方は誰でしょう大谷ですエンジェルスから今日は来ていただきました。もうドジャースです。あ、そうなの？知らなかった。岩手県民なのに知らなかったわ。下がエンジェルス、上がドジャースです。あ、そういうことですね。コラボですね。今日の私たちみたいにシャキーンキャリーン。今日はね、ご高名な、ピンキーさんに呼んでいただきまして、遠路はるばる寝室の方からやってきました本当にね、遠い距離をありがとうございます。いえいえ途中何度かねくじけそうにはなりましたけども本当にね来れてよかったです。今日寝室から目覚めてこれて、はい、起きれました、ていうか実際結構早起きでしたけどね。断食中なんで、すこぶる会長です。整っております。はい、うちのご主人は仕上がっております。整って仕上がっております。今日から断食ですか？準備に2日やって、今日から3日間断食をして、2,3 日間で回復して戻すと、手厚くねサポートしていただいてありがとうございますありがとうございます。こちらこそ何もドリンクを作ったぐらいですけど、昨日はちょっとね手違いでパスタ食べちゃいましたけどね、ちょっと買い物があったんでね、買い物してる間に娘にお昼ご飯を食べさせてくれてて、でね、ちょっと娘がやっぱ全部食べきれなかったから手伝ってくれたんですよね。断食準備中だったんですけど、つまり失敗してますすでにいや準備期間なんでね、全然大丈夫ですご主人お顔がすっきりしてますね。本当に断食の効果が早くも出ておりますね。それぐらい普段ね、気をつけてる方だけど、腸活偽腸活大使もやってますんで偽いや気をつけてる方で、飲みすぎてんだけど、そのおかげで気をつけてるから、大事に至らずに、暮らせてるというか、仕事も楽しく、プライベートも楽しくやらせていただいてます。おかげさまでありがとうございます。よかった。いや、おかげさまでなんか総裁してるというか、もう総裁も超えてますもんね。総裁ちょい超えぐらいですかね。お肌が綺麗です。だって綺麗です。トゥルンねえ、洋介さんの普段のインスタライブ見てくださってる方もねいらっしゃると思うんですけど、私はね一回も見たことがないんです。夫のインスタライブをやめろとは言ってるたまに起きてきて怒るぐらいですね。そうなんです。だって寝ちゃってるからね、普段はね。間違えた。怒られ役なんでね怒られ役の自分の立場をちゃんと見極めて、で水ライブ好きですと言ってくださる方もいてね、嬉しいですね。俺は怒られ役としてねいないと、怒る方になると寒いじゃないですか、そう、そのなんか家庭の中での役割分担をちゃんとこうバランスをとってねいてくれてるのがねいいですよね怒られても逆ギレしたりしませんか時と場合によりますかね、うちのパパは逆ギレします。時と場合によりますね。時と場合によります。でもほとんどないですよ。ケースバイケース、でも逆ギレじゃないかな、順ギレ逆じゃない逆にはなってないと順手、ということで今日はゲストにね窪塚洋介さんをお迎えして我が家でお送りしているわけなのですが、今日はご高名なピンキーさんに呼んでいただきましてありがとうございますかぶった嬉しいです。とっても。そして私はエイジーシュートの新作を着させていただいております。ありがとうございます。それ送り間違いで本当は、工事のところに着てなきゃいけない。これそうなんですか？でももう着てます。もう着てます。
手をつけてしまいました。出てますね。そうそう、私は今日洋介さんの新刊の、はい、もう結構感動したので、これもちょっと持ちながら私は喋りたいと思ってたんですよ。8冊目なのかな、8、9冊目ぐらいね。本当になんか全部いいこと言ってますね全部いいこと言ってる。でなんか私もすごいこう読んでて、またドッグイヤーもすごいつけてるんですよ。ありがとうございます。ウェブでは結構売り切れになっちゃってて、書店でもねなかなか売り切れも続いてるようで、なかなか置いてるとこが少ないっていうのを結構友人からどこにありますかとかって聞かれるんですけど、重版がね決定しましたんで、おめでとうございます。はい、31日にかなに、また一斉に入荷されるはずです。Amazon とかね、楽天ブックスとかも今売り切れなので、先日の出版イベントで洋介さんに清春さんのモノマネをさせていただきやめなさいさせてしまいました。得意なやつですね似てるやつ似てるやつです。ここでもやんのいやいいんですよ、いいんですよ、振りじゃないですよ別に。怒られる。すごいイベントで2冊購入させていただきました。ありがとうございます。皆様すごい攻略本買ってくれたっておっしゃってくださる方がたくさんいらっしゃいますね。ありがとうございますなぜかネズミ小僧モードでお送りするのかなっていう感じなんですけど、いいですか。今日はですね、洋介さん、はい、なんかじゃない、質問を募集したんですよ。初の夫婦インスタライブやるということで。ほうほうなんか落ち着かないどうしよう、落ち着かない感じなんですけど、あなたが呼んだんですよ。はい、そうなんです。ありがとうございます。ちょっと緊張してるんです。それ見たことかそれ見たことが緊張しております。はい、若干のね、サブスクのね、もうやめなくていいよ、やめなくていいんですけど、はい、途中で退場の時は言って言わないで、退場してもらわないです今日は。せっかくスペシャルゲストで来ていただいたのでね、普段の洋介さんのインスタライブとはちょっと一味違う感じでしょうか、それとも一緒でしょうか。断食はもう山田先生のね、恐竜予防、ね、そう恐竜予防医学研究所の断食がもう一番おすすめです。健康になる断食なのでね。ノートにね、その時の言った、私の個人的なまとめがありますんで、新時代健康法っていうので、窪塚洋介新時代健康法で、ノートで読めると思いますんで、興味がある方はぜひ読んでみてください。ぜひ。ということでね、質問を募集しましたので、はい、今からちょっと読んでいきます、はい、夫婦間でここはお互い大切にしてること、尊重してることなど知りたいです。尊重してることっていうかお互いにね、それ、なんていうの、こう夫婦だけど一人一人の人間なんで、それぞれ主義主張も違うことももちろんありますんで、こういうご飯がいいとか、それこそあきちゃんの話で言うと腸活にいいご飯がいいとかね、健康にいいご飯がいいっていうのはそういうところは一緒のところあるけど、細かいところでね、生き方まで全部一緒なわけじゃないんで、そこの違いを楽しむっていうかね、っていう感じで、俺じゃないし、あなたじゃないんで、そこはもう尊重し合わないと一つ屋根の下で暮らしていくっていうのは大変だと思うし、よく言うのは結婚するまではお互いを両面を開けてお互いを熱く見て、結婚した後は片目をつぶって許し合えっていうそれぐらいじゃないと一緒にやっていくのはしんどいっていうことの例えですけど、それはあると思うんで、それでもね、ぶつかる時はぶつかるし、でもぶつかれるからぶつかるっていう言い方もあると思うんで、
この人にだったらこういう言い方できるとか、つい家族にねきつい言い方になったりとか、毒吐くみたいな、当たるとか、でもそれはやっぱ家族だからなんかそういうところでね、許し合って、助け合って支え合って励まし合って、肩を組み合って相撲を取り合って投げ合って、ね、やっていこうと。そうですね、と私は思いますけど、ピンキーさんはねここが違うんですよね。いやもう最初からすごい対立しちゃって、そうじゃないでしょとか言って、寄り添いで、いやそうですよ、本当にそう思います。向かい合わないのがいいんじゃないですか、こうやって今みたいにね。まさにね、陽介さんがこの本の中でも書いてらっしゃるんですけど、夫婦間のねうまくいく秘訣でね、バーカウンターの法則っていうのね、常々おっしゃってるんですけども、本当にねまさにそうですよね。こういう風に座るっていうね、で同じものを見るんですよね、こう並んでね。今はこうやってインスタライブというものに向かってるから、向こう側に見えてるけど我々が、ここがね子供だったりとか、例えば一緒にやる事業だったりとか、でそれは隣に座る人が変わっても、隣に座る人数が変わっても、そういう風に物事になんていうの向かう、と、寄り添いながら向かうっていう感じだといろんな意見も言いやすいし、面と向かうと言いづらいけど、横に並んでるとこう言いやすいことってたくさんあるんで、でも隣にいればこう肩も組めるし、ね、こう頑張れよって言えるし、向かい合ってると肩組めないですからね。本当ですね、おっしゃるわ。本当にこうやってねめちゃめちゃいいことをね言ってくれるんですよ、この日常生活でも。ね、そしてじゃあさっきもやってたんだ、こう読む前。そうなのそう準備体操、質問のそういうことだ。俺なりのこんなのやったことないわ俺。本当に、皆さん結構ウェーブしてくださってて、多分陽介さんのインスタライブの時もめっちゃウェーブ来てるんだと思うんだけど、そうなんだね。これあれだからじゃん、サブスクだからじゃん。そうなのかな。いやはい、では次のご質問。窪塚ファミリーの大ファンです。ありがとうございます。先日陽介さんの出版イベントに参加させていただきました。ありがとうございます。お互いの大好きなところ、ここは直してほしいななどありましたら教えていただきたいです。優しいですよね。うんこを漏らしても許してくれる言っていいんですかそれ。そして料理が上手そして娘に対してもまっすぐにね、一生懸命魂をかけて向かい合ってくれる。でいろいろ最近は始めてますけど、家庭第一で、家を守ってくれてるというところ。そしてピンキーと、優香という2つの顔を持っているすごいですかね、ありがとうございます。嬉しい。これ私今日聞けてよかったです。ありがとうございます。嬉しい。テキストでもじゃあ送ってみます。ありがとうございます。やった。それはもう保存しておきます。私はですね、もう全部大好きなんですけど、前なんか YouTube の質問でも答えたことあるんですけど、その時はいっぱいやりすぎるんで一つに絞って言って、頭肘の角度がとっても大好き肘だった。肘から腕にかけての右側が好きですすごいですね。マニアですね。極端ですね。それはもう涙が出てちゃう。面白い。でもこれ結構今この感じの会話、私たちのこの日常なんですよ。本当にすごいなんかめっちゃいつも冗談を言ってくれて、こういうとこも大好きです。すっごいもうくだらないことばっかり言い合ってめっちゃ笑ってるっていうのがね、幸せですね嫌いなところは写真撮るときに呪われるところ、自撮りの時に顔が呪われるところが嫌いです。
呪い特級呪霊がついてるんで、その時ギリシャスマイルっていうのがついてるんで、じゃちょっとギリシャスマイル一回やってもらっていいですか。で撮ってるもうこういう顔で撮ってるのを、あれはねゾッとするそんなにだってなんかギリシャスマイルっていう名前を付けられました、ね、あとね多分最近はこれがギリシャスマイル。猪木のモノマネしてんのかと思ったもん最初。俺が猪木さんのモノマネしてるモノマネをしてんのかと思ってじゃないんですよ。もう真剣にね、私なんかそういうお顔になっちゃうの、もう涙が出てきちゃった、だから自然にしてるのがやっぱりみんなそうですけど、ピンキーさんもそうですけど、皆さんもそうだけど、やっぱいいなんていうのお顔だったりするけど、なんかこうつい自撮りの時とかって、顔作っちゃうの、俺も分かるんだけど、それでもなんかこう自然な方がいいなと思うと程があるっていう癖が強い。なんか一人、なんかなんていうの、なんだっけ下着メーカーなんだろうあまちゃん笑ってる。海外のビクトリアズシークレット。そう一人ビクトリアズシークレットのショーみたいな感じで、出演中みたいな顔になっちゃうそれはそれでいいね。なんかそういうこともでも言ってくれるから私は自然体でいいんだっていうの分かって、やっぱりこう自信がなかったんで、自分になんかついついこうすごい作ってしまってたんですよ。でそれを陽介さんが自然体で素敵だよっていう風に言ってくれて、だんだん呪いからちょっと解放されてきたのかなと思ってるんですけど、まだちょっと領域展開出た五条悟聖徳領域。おさすがです。最近ね家族でね呪術廻戦ハマってるので娘も大好きです、そう女子はそれを楽しんでるとこありますよね。そうなんですよ、分かってらっしゃる。そういうとこもあるんですこれがギリシャスマイルです。見本です。